皆さんおはようございます。ゆりこです。今、私は見ての通り、焦りながら駅に向かっています。今の時刻は9時半ですが、10時から仕事の打ち合わせがあるので、急いでいます。乗るはずだった電車に無事乗ることができて一安心。さて、ようやく皆さんに本日の目的地をお伝えしたいのですが、本日の目的地は苔に覆われた石段が絶景の鎌倉最古のお寺と植物に囲まれた秘密基地みたいなカフェにご案内したいと思います。天気はあいにくの曇りですが、曇りの日は光が柔らかいので緑が際立つことが多いような気がします。なので緑の美しいエリアに皆さんをお連れできることがとても楽しみ。さて、鎌倉駅に到着しました。さすがに10時前はまだ人が多くありません。10時からお仕事で初めての人と会うので少し緊張しています。バスで向かうため鎌倉駅の西口改札へと移動します。駅にはまだ人がちらほら。今日も二階堂や浄明寺と呼ばれる鎌倉の北西のエリアに向かっていきます。出発まで残り1分なので急ぎます。今朝はなんだか忙しい。バスも結構混雑していてほぼ満席の状態。さあ、バスでの旅が始まります。約8分ほどの道中、浄明寺のバス停で降りていきたいと思います。ほとんどの人がこのバス停で降りていきます。ここで皆さんにこのエリアの地図をお見せしたいと思います。まずはお仕事の打ち合わせに行ってきます。はい、無事終わりました。新しく始まるお仕事について正式に決まったら皆さんにご報告しますね。さて、ここで分かれ道。直感で左を選びます。近くに川があるのか、せせらぎが聞こえてきます。わあ、秘密の道を見つけてしまいましたね。ところどころこうして竹が生えているのも
いいですね。犬連れの人も多いのか、散歩をしている方がたくさんいました。さて、私は迷子になっていないだろうか。少し不安でしたが、ナビを見て一安心。お、これはもしや土日しか営業していないカフェ？いつか必ず土日にここに来ようと心に決め、目的地に向かいます。この信号を渡ったら目的地はすぐそこ。信号が変わるのを待ちます。青に変わりました。本当にこのエリアの街並みは落ち着いた色の建物と鮮やかな緑色のコントラストが素晴らしい。さて、ここが本日の目的地、杉本寺です。正直に言うと、このお寺のあまりの美しさに声が出ませんでした。お寺の由緒が書かれています。734年に光明皇后の願いによって行基という有名なお坊さんがお寺を開きました。そして行基自らが仏像を彫り、十一面観音菩薩をご本尊として祀ったそうです。さて、このお寺は入場料300円を支払う必要があります。そして動画撮影禁止の文字に一瞬焦りましたが、本堂以外は OK とのこと。歴史をもう少し見ていくと、鎌倉時代、室町時代には火事や戦乱で大きな被害を受けたそうです。江戸時代には住職がいない時期もありました。実は明治時代には廃仏毀釈という仏教排除の動きがあったり、震災によってお寺はさらに衰退していったそうです。そのためお堂以外の建物はほとんど焼失、倒壊してしまいました。昭和48年、1973年から茅一束運動という再建運動がスタートします。茅一束運動とは、少額でも多くの人の寄付を募って伽藍を再建する運動。
なんと日本全国はもちろん、ハワイや欧米の人々からも支援が集まったそうです。美しい日本の文化や伝統を守っていくために、海外の人がこういった場所を訪れてサポートしてくださるのは本当にありがたいですね。上に行く階段があったので、好奇心のままに登っていきます。前にも言いましたが、日本の寺社は本当に階段が多い。そしてなんと頂上は行き止まりでした。それでも緑が生い茂る様子が本当に美しい。苔、笹、もみじ、すべてが美しいですね。実は私自身、杉本寺に来たのは初めてでした。階段が比較的急斜面で段数も多いので、足腰の悪い方にはおすすめしませんが、天気のあまり良くない日に訪れたいお寺の一つです。苔の階段は噂通りあまりに美しく、息を飲むような光景でした。帰るのが大変名残惜しかったです。さあ、杉本寺を出たら少しお腹が空いてきたので、次の目的地へと向かいます。歩いて4分ほど、近いですね。さあ、しばらくまっすぐ歩いてきましたが、右に曲がっていきます。小学校の横を歩いていくと、お店まであと1分くらい。あ、見えてきましたね。お店のメニューです。中に入ってみましょう。カフェカエルです。噂通りお庭には緑がたくさん。オーナーである五十嵐さんがテラス席に案内してくださいました。本当に植物に囲まれた秘密基地のようですね。ご自宅を改装してお店にしたため、まるで誰かの家に招かれたような気分。実はこのお店、Google マップの口コミで
こんなものがありました。顧客数に対し従業員の数が不足していると思う。大丈夫確かにこのお店はひっきりなしに人が訪れる人気店ではありますが、比較的少人数で回されているように見えます。本日の定食もたった2食だけでオープンから30分の11時半の時点で完売です。確かに急いでる人やお客様が一番偉いと考えている人には向いてないかも。実はこの後私はこのお店がもっと好きになりますが、今はまだそれを知りません。メニューがたくさんあって迷っていると、受付で迷っているように見える方がいました。でも常連の奥様でした。ゴールデンウィークはものすごく混んでいて来れなかったとのこと。メニューを決めかねていたので、常連の奥様におすすめを聞いてしまいました。そしてここの一番の売りは季節野菜の丼、いろんなお野菜がいっぱい入ってるので、でお豆腐か温泉卵を頼むと上にボンと乗ってきます。はい、ありがとうございます。あと鶏がお好きならなんだっけな、もうグリルチキン、チキンもカレーも美味しいですし、あとなんだっけ、このベッドに小判弁当、美味しいんですね。小判弁当も美味しいです。ごぼうがお好きならごぼういっぱい入ってます。はい。でコーヒーが美味しいです。コーヒーがはい。常連のお客さんが多いことはいいお店の証拠。地元の人も思わず通いたくなるほどいいお店なんでしょうね。こっちの店内もあれです、予約の、はい、前もって予約して、なんかお料理が全然違うんですけど。そうなんですね。なんか素敵な。そうですね。お家が素敵です。ここね。常連の奥様とお話ししていたら、お店の方が注文を聞きに来てくれました。決まりました。どうぞ。こちらご主人で中で作ってない奥様です。お二人でやられてる。であと嫁さんが手伝って。季節の丼にコーヒー、カエルブレンドでお願いします。季節の丼の方がトッピング温泉卵かお豆腐のソテー。お豆腐のソテーで。はい。コーヒーはミルクお砂糖は大丈夫です。はい。どっちでしたっけ？カエルの方です。奥様は待ち合わせをしていたお友達が来たようで合流しに行きました。実は店内は20席以上ありますが、ほとんど満席。カクカクしかじかあり、なんと店内の4人席で先ほどの奥様方とご一緒させていただけることになりました。ごめんなさい、野菜分のね、ご飯があまりの人気に本日の定食のみならずご飯もなくなってしまったようです。私たちはご飯がなくなる前に注文ができてラッキーでした。よく来られるんですか？そう、私はね、ママ友なんです。そうなんだ、ママ友。番ぐらいなんです。長いお付き合い。そう、長いお付き合いですね。会いましょうみたいな。
リンゴベリーソーダ。ごめんなさいね。多分、あなたのお母様の年上か。そう、私、あなたとおばあ様の年上ね。まあね。おいくつくらい？もうすぐ私もさっき言った。びっくりした。似たようなもんです。70代。もう後半です。本当ですか？でも私ら若いから、ぜひをみんなもらって。若い時はね、変わるんですよ、やっぱり。お若いというか、なんかあげなきゃいけない。そうあ、すごい。この辺りだとカエルさんの他にどこかメディアのあれかっていうのをカフェがいいですか？おしゃれなカフェ。おしゃれじゃなくてもない。おしゃれじゃなくて。クロワッサン屋さんができたのは知ってる？知らないですね。クロワッサンこの辺りですか？はい。大きいけどお高いですよ。380円です。かなりの。こんな感じで終始笑いが止まらず、奥様方からこの近辺のおすすめスポットを聞きました。今の時代、オンラインで知り合うことの方が多いですが、こうしてたまたま地元の方と出会えるのは私にとって嬉しいこと。そうそう伝え忘れましたが、このカフェのご主人五十嵐さんは現在78歳。18年前に定年を機にこのカフェを始めたそうです。立ち振る舞いがあまりにも若いので、まさか78歳とは思いませんでした。さて、お料理が届きました。こちらが季節野菜の丼、税込み1980円。まるで宝物のような綺麗な野菜たち。鎌倉で採れた野菜が使われているようです。こんなにヘルシーそうなランチはいつぶりでしょう。見た目だけじゃなくて味も最高です。それに緑に囲まれて食べるご飯は普段の何倍も美味しく感じられます。お味噌汁も優しい味がしてとても美味しいです。でも知ってらっしゃるでしょ、いろいろなお店ね、写真撮ってらっしゃるね。いやもう皆様ほどではないですけど、みんなね、もう一人身なんで。学校来て野菜をね、お母様は元気？なんとか元気にしてます。まだ58なんうわですけど。ー、うちの息子と同い年。57だ。私も一人暮らししてるんですけど、一人だと料理大変ですよね。なんかね、ちょっと作っても増えちゃうしね。そう、ナスとかも3個ぐらい入ってるじゃないですか。こんなに食べれないと。私たちだって一人じゃない？大変よね。ほうれん草なんてすぐおかしくなっちゃう。3つぐらいするのね。大体なんかさ、ちょっとしたもの作るのさ、2日か3日あるじゃんね。色だけは。大変申し訳ないんですけど、野菜から野菜がここでまた隣の席から聞こえてくるご主人の声。ご飯の次は野菜までなくなってしまったようです。このお店に来るときは11時か11時半くらいの
開店時に来た方がいいかも。ここで会話はこの辺りの観光事情に移りました。90歳の奥様はバスに乗るのが大変だと。降りるとき、降りますと言わないといけないほど混んでいるよ。奥様は見た目も中身もお若いですが、やはり揺れるバスの中は大変だと思うので、電車やバスでお年寄りを見たら席を絶対に譲ろうと思いました。多分観光客の方への印象って皆さんお一人お一人の行動にかかってくるので、よかったら皆さんもお年寄りの方に席を譲ってあげてくださいね。この奥様たちとの女子会は時間が経つのを忘れるくらい楽しかったです。本当に誰かの家に遊びに行って美味しいお料理と会話を楽しむような雰囲気がありました。五十嵐ご一家、本当にありがとうございました。すみません、ありがとうございました。お邪魔しました。カフェに来てからあっという間に2時間が経っていました。また必ず帰るカフェに行くと心に誓って家に帰ります。さて皆さん、今日のツアーはいかがでしたか？私はこのエリアがもっと好きになってしまいました。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。